全国民に10万円給付と全国民に1年で4回10万円、合計年間40万円の給付ということで、2つのインフレ手当給付金のこの可能性というところについてお話をさせていただきたいというふうに思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金について新しい情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請始まったらできるだけ早く申請をして、できるだけ早く給付をされたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の申請が始まったら確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいています。給付金について新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくとすぐに給付金の情報を知っていただくことができるようになります。早速いきたいと思います。国会は今予算の審議で佳境を迎えています。実際にこの与党に対してこの予算が通過するかどうかというところについての今瀬戸際を迎えていますと。ただ我々として考えているところとしては、この103万の壁ということで交渉が決裂したために、この103万の壁が来年以降ですね、この178万に引き上がるというところは達成されなかったので、お話しさせていただいてきたような減税が毎年10万円ぐらいされるというふうな状況にはならないということになりました。だったら次何をやってほしいですかということで、国民民主党に次に実現してほしい政策はということで、このチャンネルの視聴者様向けにアンケートを取らせていただきました。もちろん、YouTube 上に公開してますので、どなた様でもご投票いただけますけれども、その中で、この221票時点ということで、投票後1時間後のこのデータを出してるんですけども、さらに1日2日経った今でもですね、ほとんどこの状況変わりません。2000名ぐらいの方にご投票も今すでにいただいてます。本当にご投票いただきましてありがとうございます。ただ、その中でこの割合というところで言うと、引き続き103万の壁、178万円に引き上げを目指すっていうところについては、わずか 5% にとどまったにも、とどまっていてですね、この全国に1人10万円給付金やってくれっていう声が圧倒的で 91% になってますと。つまり、国民としては、この将来かかる所得税を減らす、あるいは何か物を買うということについて、その税金を減らすという消費税減税、こういったものよりも、今目の前のものを買うですね、例えば食費だったりとか、電気代、ガス代、そういったものに使う、目の前の支払いに使う、そういったお金が欲しいというふうに思っているということが明らかになりました。つまり、給付金、とにかくやってほしいという声が圧倒的で、国民の実感としてもその通りになっていますと。じゃあ、この全国民10万円給付、あるのかというと、今のところは、この今回のこの予算の審議というところまでは、国民民主党は、この103万の壁の突破というところに集中して行ったために、この全国民に10万円給付金というところについては、議題に挙げませんでした。ただ、今後、この実際にこの103万の壁というところについては、ある程度、この交渉が、落ち着いたというところもあるので、上げてくる可能性もありますと。もともと国民民主党は全国民に10万円給付だったり、あるいは消費税減税というところを党の政策の柱にしていました。ただ、前回の衆議院選挙で、この103万の壁、基礎控除の引き上げというところについてフォーカスして、議席をたくさん得ました。もともと7議席だったのが、28議席ということで大幅に増えたので、この選挙で掲げた、今回の選挙で掲げたこの103万の壁突破というところに集中をしているということです。ただ予算の審議もありました。今後こういった全国民に10万円給付金という話が出てくる可能性もあります。で、全国民に1年で4回10万円給付というのは、これはれいわ新選組が掲げている、政策です。れいわ新選組のホームページに行くと、こんなことが書かれています。れいわ新選組のホームページに行くと、いろんな政策について、細かく詳しく書かれています。原発がどうとか、こういった子どもに対する政策がどうだとか、ジェンダーに対しての政策がどうだとか、いろいろ書かれています。経済政策がどうだとか、いろいろ書かれてるんですけども、トップページ、れいわ新選組のホームページのトップページに、令和の緊急政策ということで、3つトピックスを挙げてます。で、副題でですね、令和の緊急政策、増税ダメ絶対ということで3つ挙げられていて、
1つ目が消費税廃止でインボイスも廃止。これが1つ目。2つ目、社会保障料は減免。年金は底上げというところと、3つ目にですね、季節ごとのインフレ給付金ということで、最初にお話しさせていただいた全国民に1年で4回10万円給付、つまり年間で40万円給付するということを、トップのトピックスで、令和の緊急政策ということで挙げてます。で、季節ごとのインフレ給付金ということで、そこの、クリックしていくとトピックスでですね、お話ししました季節ごとのインフレ給付金についてちょっと詳しく書いてありますと。で、長年のデフレ不況とコロナ禍に続き、輸入物価が高騰して家計を圧迫してますと。なんで、それにもかかわらず政府は、たった一度の10万円を給付しただけなんで、非常に少ないと。で、クーポンとかポイントとか非常に使いにくくて経費もかかるっていうのがあるんで、さらにこの提言として、一人一人のニーズに合わせて自由に使えて、いざという時のための貯金もすることができる現金給付を、悪い物価高騰が収まるまで季節ごとに行いますと。つまり今このちょっとインフレになってる物価が上がってるっていう時期については、季節ごとに10万円を給付していくということを提案してますと。で、これによって家計を支えて個人消費を活性化させますと。で、また冷暖房費が大幅に増える真夏や真冬には暑さ寒さを乗り切るために緊急給付も行い、光熱費が家計圧迫する燃料貧困をなくしますということで書いてます。で、最後に季節ごとの10万円のインフレ対策給付金と真冬真夏の冷暖房費補助のための緊急給付金ということで2つトピックスを挙げてますということですね。で、令和新選組の挙げるこういった給付金、あるいは国民民主党の挙げるこういった給付金、将来実現してくる可能性は私はあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、どの政党を別に私支持してるっていうのもありません。令和新選組を支持してるとか、国民民主党を支持してるとかも全くないです。で、私が思ってるのは、もう唯一一つでですね、我々一般的な国民にとって、我々一般的な国民が望んでいる、いい政策が実現するといいなというふうに思っていて、その政策を掲げているような政策を、是々非々で応援したいというふうなところです。なので、令和をしている、国民民主党をしている、あるいは自民党をしているとか、そんなもの全然ないですし、ないんですけれども、ただそういった政策によって、こういった形でお話をさせていただいているということですね。で、この国民民主党と令和新選組について、今挙げた理由っていうのはもうたった一つで、今国民が結構支持をしていて、この2党をしているっていうふうなことですね。で、これちょっと前まではネット上のお話と実際は違うからみたいなことがよく言われました。でもどうでしょうか、今最近投票の結果とか見ると、ネット上で言われている、いわゆるネット上で支持を集めている政党は、実際は全然支持を集めていなかった、そういう選挙結果になったなんてことは、あんまりなくなってきたんじゃないかなっていうふうに思ってます。ちょっと前だと今言ったようにネットだからというのはあったと思うんですけども、今皆さんネットで情報を仕入れたりとか、なんならテレビよりもネットの方がもしかしたら、真実に近い情報があるとか、あるいは詳しく情報が取れるということで、ネットをよく見る、YouTube よく見たりとか、ネットで情報を入れるっていうふうな、上の世代っていうか、結構、ご高齢の世代とかも、そういった形で情報を、ネットから仕入れてるというのもあるので、ネットでのこの反応だったり、ネットでの、なんていうんでしょう、その、状況、勢いっていうのは、そのまま、実勢のその選挙の結果になってくるっていうところがあるんじゃないでしょうかということですね。で、この国民民主党も昔は、議席も少なかった。この間の衆議院選挙までは本当に少なかったです。7議席とかしかなかったですね。で、令和新選組に至ってはもう3議席しかないという状況で、でしたと。ただ、国民民主党も28議席まで増やしましたし、令和新選組ももう9議席です。で、ちょっと前までは、特にですね、令和新選組とかは、色物のように言われてですね、なかなか、なんて言うんでしょう。要は、全体からするともしかしたらあんまり影響がないところっていうふうに思われていたんですけれども、なんともう9議席を確保しているというふうな、統制の状態ですので、今後もっと勢いを増してくる可能性もありますというところですね。今、例えば自民党、ネットの状況、私が思うネットの状況はどうかっていうと、自民党、公明党ちょっともういい加減にしなさいよっていう声だったり、あるいは維新に対しても、
ちょっとなんて言うんでしょう、風当たりが強かったりします。あるいは立憲民主党についてもちょっとこれはもしかしたら増税路線じゃないかっていうふうに言う人も結構多いですというところがあります。なので自民党、公明党、維新、あるいは立憲民主党というところについては、結構逆風になっているっていうことがもしかしたら言えるんじゃないかなっていうふうに私はちょっとネットを見てる限りではそういうふうに思いますと。とすれば、今お話しさせていただいた国民民主党とかれいわ新選組、もっともっと議席を、次回の選挙、その次の選挙でどんどん伸ばしてくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。この全国民に10万円給付、特別定額給付金の2回目みたいなことを国民民主党、やるっていうふうに、インフレ手当として実現したいっていうふうなことを党の政策で挙げていたんで、ぜひそれをやってほしいなっていうシナリオをこの動画でもよくお話しさせていただいたんですけども、そのお話をさせていただいた頃は、さっきも言ったように7議席ぐらいでしたと。ただその後、選挙があって、10万円給付金をこの実現できるような可能性も出てきたと。自民党、公明党とかと、政策協議できるまで伸びてきたということですね。なので、今例えば9議席でまだまだそこまで影響がないれいわ新選組、全国民に1年で4回10万円給付、年間で40万円給付ですね。この、政策を掲げるれいわ新選組も、もしかしたら議席伸ばしてきて、さらに伸ばしてきてですね、この国民民主党のように、この自民党、公明党、どこになるかその時わからないですけれども、与党と政策協議をして、もしかしたら実現する。あるいはもっともっと議席を伸ばして、この、なんて言うんでしょう。この実際にこの政策を実現する可能性もあるような形になってくるんじゃないかなというふうに思ったんで、今回ちょっと特別に、詳しくお調べさせていただいて、れいわ新選組の政策についてちょっと勉強させていただきましたというところですね。で、その中で、もともとお話しさせていただいているようなこの全国民に10万円給付金というようなものに並ぶ全国民に1年で 4回10万円給付金ということをれいわ新選組掲げているので、これはもしかしたらまたここから先ですね、実現に近づいていく可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。1年前、2年ぐらい前に、この国民民主党がこの全国民に10万円給付金、インフレ手当としてやるというふうに言ってますっていうことをお話ししたときは、本当に議席数も少なかったですし、可能性ってほとんどなかったんですよね。ただ、その後、そのシナリオとして、国民民主党は国民の支持を今高いんで、議席を伸ばして、そして、与党に入らなくてもですね、選挙の結果、政策協議をして、そして実現をしていくっていうふうな、政策を実現していくっていうふうな可能性もありますよねっていう話をさせていただいたら、もうそこまでは来たんです。で、まだまだ議席が少ないんで、本当にこの、なんて言うんでしょう、政策を思った通り実現するっていうところまでいかなかったですけども、その大枠については自民党、公明党とも、協議をして、ある程度認められて、少しは進んだっていうところがあるわけですね。で、さらにまた今後、議席を伸ばしていく可能性もありますので、そういった政策もどんどん実現になる可能性もありますと。だったら、れいわ新選組だって、その3議席が9議席に増えただけじゃまだまだ少ないかもしれない。ただ、今後もっともっと議席を増やして、こういったことも実現する可能性もあるんじゃないかなというふうに思いました。なので、今、ちょうどこの予算で揉めているっていうふうなところで、ありますけれども、今後こういったこの2党がですね、議席を伸ばして、特にちょっと今日フォーカスしたれいわ新選組っていうところについても、議席を伸ばして、こういった国民の望む政策、給付金というところも実現してくる可能性があるんじゃないかなというふうに思いました。で、もう一回おさらいですけれども、自民党、公明党、いい加減にしなさいと。あるいは維新に対しても風当たり強いです。あるいは立憲に対してもちょっと違うんじゃないかっていう人も結構増えてきましたというところで、もしかしてもともとあったこういった大部分の政党っていうところが、与党の代表といえば例えば自民党、野党の代表でいえば立憲民主党、こういったところがもしかしたら国民からもしかしたら風当たり今強いので、次の選挙、その次の選挙でもしかしたら議席を減らしていく可能性もあるんじゃないかなと思いました。その一番言いたいのはその逆で、国民民主党、れいわ新選組、特に今日トピックスで挙げさせていただいたれいわ新選組については、次回以降の選挙で大幅に議席を伸ばしてくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思いました。なので、未来のちょっと私の、今のこの情勢を見ている予想としては、こういった、政党がですね、10万円給付金掲げる政党っていうのが議席を伸ばして、もしかしたら給付金実現していく可能性っていうのも、高まってきたんじゃないかなということで、ちょっと今日の議題としてお話をさせていただきました。こういった政党が本当に議席を伸ばしていくっていうことも、なんて言うんでしょう。本当にスピーディーに可能になってきたんじゃないかなっていうふうに思ってます。それはネットが普及して、
YouTube を使っていろんな情報をもう瞬時にですね、でしかもこの我々にはその現役世代だけじゃなくて、もっと上のですね、世代についても、普通にスマホで YouTube で見てそういった情報を仕入れるようになってますので、こういった10万円給付金、あるいはこの4回10万円給付金というところについてもどんどん可能性っていうのは広がってくるんじゃないかな。しかもその情勢を見てもですね、言われていることをちょっといろんなニューストピックス拾ってでも、やっぱりそういったような形でこういった2つの政党が評価されるような流れに今なってきている。それ以外の政党が評価されなくなってきているというふうな状況なんじゃないかなというふうに思いましたので、今日ちょっとお話をさせていただきました。今回の予算の審議でこの103万の壁突破はしましたが、ただその望むような178万円というところまではいきませんでした。今回のこの予算の審議の中で全国民10万円給付というのは協議されませんでした。ただその後についてはもしかしたら話していく可能性もありますし、このれいわ新選組の掲げるこの全国民1年4回10万円給付というところについても、れいわ新選組がもっともっと次回の選挙、あるいはそれ以降で議席を伸ばすことで実現が近づいてくるんじゃないかなというふうに思いました。で、こういった給付金の動画出させていただくと本当にたくさんの方にご覧になっていただいてます。いつもたくさんご覧になっていただきましてありがとうございます。前回の動画もたくさんご覧になっていただきましてありがとうございます。で、たくさん我々一般的な国民の皆様にご覧になっていただいているってことは、政治家の方にもいくらかはご覧になっていただいているっていうふうに思ってます。で、我々がどういったことを考えているかっていうことについては、この動画でお話しさせていただくこともそうですし、こういった視聴者アンケートで、このチャンネルの視聴者様に取らせていただいてお話していることもあります。で、それ以外にこの動画のコメント欄にいろいろと皆様本当にたくさんご意見入れていただいてます。それについても本当にありがとうございます。そういったコメントをご覧になっていただいて、その政治家の方がですね、我々一般的な国民がどんなことを考えているかということについて、少しでも知っていただいているんじゃないかなというふうに思ってます。なので、こういった給付金、補助金、あるいは今回お話しさせていただいたれいわ新選組、あるいはこの国民民主党、今回のこの予算の審議でも103万の壁、頑張ったと思います。そういった内容について、ぜひ一言でもいいので、コメントでご意見を入れていただければというふうに思ってます。政策全部は実現しなくても、我々一般的な国民がどんなことを考えているかということについては、ぜひ伝えていきたいなというふうに思ってますので、本当に一言でも構いませんので、コメント欄で、ご意見入れていただければというふうに思ってます。それから給付金に関して新しい情報が出たらすぐに知りたいという方については、ぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方が多いと思います。給付金について新しい情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請始まったらできるだけ早く申請してできるだけ早く給付されたい。あるいは給付金の給付始まったら確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がほとんどだと思います。新しい情報が出ましたらすぐにこのようにお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければというふうに思います。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。また新しい情報出ましたら、お話しさせていただきたいと思います。今日お話したですね、このれいわ新選組、この、さっきからお話しているように、この最初はもしかしたら色物だというふうに思っていたかもしれません。私ももしかしたらそう思ってました。主流ではないというふうに思ってましたけれども、どんどん議席を伸ばしてですね、令和いいじゃないかっていうふうな声もたくさん上がってきたと思います。別に令和をしているわけじゃないんですけれども、我々の望むようなこういった全国民に1人で1年で4回1人10万給付ということで、年間1人で40万給付というふうなことを掲げていて、やっぱり国にお金を回そうというふうなこと、国というか国民にお金を出してですね、経済を回していこうというふうな考えをしている政党のようですので、そういった政策については私もちょっと応援していきたいなというふうに思ってます。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。また情報ありましたらお話しさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。